はいどうも、こんにちは、こんばんは、ボノラジでーす。ボノラジのオープニングが多分僕の動画史上一番テンション高いんですけど、久しぶりですね。何年ぶりでしょうか。最後多分、上さんとの対談を勝手にボノラジにしたっていうだけで最後のボノラジでしたね。はい。お待たせいたしました。ボノラジの時間でございます。はい。本日はですね、僕について話していこうという回でございます。なんでやってるかっていうと、これ、目次ね、こんな感じなんだけど、最近、ボノのスラックでですね、開かないですね、スラック。質問を募集しましたよね。あ、これこっちだわ。はい。募集しました、皆さん。未経験質問チャンネルに、なんかいろいろ答えたいから質問してっていうやつをやったんですよね。はい、こちらですね。こちら。はい。こちらのフォームにいただいた内容とか、コメント欄に書いていただいた方の中で、なんかすごい個人的な、僕個人的な内容のやつ話してくれみたいな、答えてくれみたいなやつがあったんですけど、それらを全部このラジとしてね、やっていこうかなというところでございます。そして私は今思いついた、これをちゃんと、ストップレコーディングしてなかったこれ、ちゃんと録音してですねやっていくべきだと今私は思ったんですよ。私はなんかこの謎のですね Whisper トランスクリプションという謎のソフトを使っているんですけど、パソコン上ではちょっと先ほどのインタビュー動画のやつを今文字起こししてるので、ちょっと手元の何ですか Nothing Phone 2A で Nothing のやつ、めっちゃね録音のアプリがクソいけてんですよ。なんてやればいいんだ。ボイスメモで出ない。レコーダーか？レコーダーだ。はい。これ見えんのかな？これ見えないよね。見えるわ。こういうやつで、なんかすごいシンプルっていうか、ミニマムなんですよね。ミニマル。で、これさ、録音をさ、こう回すとさ、これがくるくる回んの。やばくね？これ。めっちゃかっこいいんだよね。なんかレコーダーみたいな。ガチの。昔のレコーダーみたいな。これね、マジでいけてる。はい。これだけでもう皆さん、ナッシングに、くら替えする理由になります。みんなも買おう。iPhone 捨てよう。よし。行こう。というわけでですね、質問に、来てたやつで、あれってなんかページにしていきたいのね。なんか、要は、記事みたいな、コンテンツみたいな感じで動画にして YouTube にもちょっと出していけたらなとかを勝手に思ってたんですよ。なんだけど、こういうなんか個人的なやつって、なんか別に YouTube でやるとさ、なんか自分好きそうなやつみたいじゃんみたいな感じになっちゃうから、もうこれはもうラジオでやるしかないでしょうというところで、やってきました。項目こちらですね。なんか変な変換されてますけど、普段なんか聞いてるもの、作業中にみたいなものと、あとバイブル、影響を受けてるもの、転職の軸、やらかしエピソード。はい、この5本でやっていきたいと思います。サザエでございます。ラジオの時が一番輝いてないか。ね、どう思う？ラジオが一番輝いてると思うんだよね、俺。喋ってる時に、なんか、デザインの解説する時よりかさ、もうちょっとさ、実は YouTube で出してった方が、なんか再生数伸びるとかないかな。ちょっとなんかそう思った方、コメントとかで教えてください。ちょっと最近 YouTube 伸ばしたいんだけど、なんか別にでも YouTuber みたいな企画するつもりっていうかやる気全くなくて、全くやる気起こらないのね。なんかモーニングルーティーンとかさ、やればいいじゃん。多分、Figma やるよりは多分再生されるよ。きっとね。とかさ、なんかやる気起こんねんだよね。だるいじゃん、撮んの。なんか綺麗にさ、整頓してさ、なんかこう、取ってさ、なんかご飯作ってさ、冷えてんのに取ってさ、冷えたご飯食べてさ、なんか嫌じゃない？どうしたらいいかな？向いてないよね、YouTube ね、ほんとね。マジ向いてないと思うわ。ちょっとね、なんかあったら教えてください。いい方法を。それでは行ってみよう。普段作業中やそれ以外でも聞いているものがあれば教えてください。例えば YouTube の動画やポッドキャスト、ラジオ、ブラウンノイズ、無音などですかね。私が好きなゲーム配信者の雑談やラジオ感覚できる YouTube、デザイン関係のポッドキャストを BGM にしていますということですね。うん。なるほど。最近はね、あんまね、仕事中に音声系をね、聞かなくなりましたね。聞くときもちろんあるんだけど、意識的には聞かなくなってます。聞くときどういうときかっていうと結構疲れてるときですね。なんかだりーなって時に、なんかガジェット系の情報欲しいなってその時思ってるやつをなんか適当に検索して、それ流しながらやるとか、なんかやりますかね。最近マジ減ってるかな。てか減らしてますね。やっぱ集中できないので、あんまりやってないかな。このなんか言葉が入るようなやつ。YouTube とか Podcast とか。もちろん聞いてはいるので、ちょっとそれも紹介しようかなと思いますが、最近ほんとこの2週間ぐらい、
聞いてるのは、アーティストとしてはこの辺ですかね。ちょっとスペル間違ってるのはあると思うんですけど、全部フジロックなアーティストですかね。今年のアーティストが結構発表されたので、ラインナップが最初の。それで聞いてますね。一応もう金曜日と土曜日に行くチケットをノリで取ったので、毎年土曜日だけ行ってるんですよ。休みじゃん、土日って。で、めっちゃ疲れんのね。フジロックって7月の終わりにあるんですよ。で、暑いのね。で、いつも新幹線に乗って、だいたい向こうに8時か9時ぐらいに着く新幹線に乗って、だから朝早いのよ。で、そっからバスに1時間ぐらい乗って会場に行くの。だから9時とか10時ぐらいに着くのね、会場に。そのめちゃくちゃ早起きする割には。7時ぐらいには家を出る割にはね。なんなら電車乗るんじゃないか ?7 時に新幹線じゃないか。そう、だからめちゃくちゃ疲れるんだ。それで、夜の23時ぐらいまでずっとライブがあるから、最後の一番でかい人が終わるの23時ぐらいなんですよ。10時半とか。なんで、めちゃくちゃもう体力持ってかれるんですよ。だから、2日分とかいけないんだけど、今年はちょっと金曜日のアーティストが結構良くて、で、なんか最近飲んだ人の中で、なんか金曜行こうみたいな感じになったのよ。で、その人たち本当にいいかちょっとわかんないんだけど、まあ、とりあえず撮るかと思って、もう金曜日のアーティストがいいから。だからちょっと金土行くっていうので、ちょっとフジロックのアーティスト聞いてます。最近、部屋では。流してます。聞いてるっていうか。で、フレッド・アゲインっていう、これ僕もね、このフジロックで知ったんですけど、トラックメーカー DJ の方ですかね。もうめちゃくちゃいいですね。すごいノリノリで、これはかなり集中できる。変な話。めちゃくちゃ集中できるっすね。うん。とか、なんて読むのか未だにわかんないんだけど、ティコ、多分タイコーだね、多分。英語読みだと。これ結構有名ですよね。日本だと。これまでインストなんで結構集中できると思うんですけど、結構いいっすよ、これ。結構日本人が好きなサウンドしてます。と思います。これいいですね。あとはエズラコレクティブ。これもノリノリですね。これいいですね。部屋の BGM として結構いいですね。あと、バルフペック。これはですね、ボノのボイ君とかが結構好きなんですけど、今年ヘッドライナー土曜日かななので、一応聞いとこうかな、みたいな感じで流したりとか、あとこれなんて読むのかわかんないです、これ。パコ・アモロッソなのかわかんないけど、何人なんだろうね。ブラジルとかそっち系かな全然わかんない。スペインとかかな。あとね、あとサンファですね。これ去年の出演者なんですけど、サンファはマジで良かった。もうやばい。ライブがえぐいんですけど、去年フジロックで見て、もうやばすぎて、そこからずっと聞いてますね。とかかな。まあ、あと BGM で言うとあれか、なんだっけ、キャットペックじゃなくて、ちょっと待ってね、なんだっけ、いつも忘れる。キャットウォークって覚えちゃって、キャットウォークじゃねえんだよな。キャットパックだ。キャットパック。これもね、おすすめです。非常におしゃれ、シャレオツ、ゆるチルミュージックでございます。キャットパックはマジでおすすめですね。あとはマジ疲れてんなって時は、多分俺、焚き火の音流しがちですね。これほんと疲れてるサインだなって、最近本当に思うね。基本的に疲れてない時って集中力続いてる時は、何もかけなくていけんのよ。今日とかって結構ちゃんと睡眠取れてていい感じなんですけど、今日マジで移動中以外に音楽聴いてないんだよね。まあ今日ずっと動画撮ってるってのもあるんだけど、この辺聞いてますね。うん。皆さんもね、おすすめです。みんなにおすすめなのはティコ、タイコと、サンファと、キャットパックですかね。この辺聞きやすいかなと思います。エレクトロいける人っていうか、そのなんか DJ みたいな。ボイラールームとか好きな人は、フレッド・アゲインはめちゃくちゃいいと思う。てか、ボイラールーム好きな多分フレッド・アゲイン知ってる気がする。多分。はい。とかですかね。で、聞いてるポッドキャストで言うと、ハイパー企業ラジオですね。これはケンスさんっていう人と、あと、小原さんっていう、なんか僕からするとすごい謎のおじちゃんなんだけど、スタートアップ周りのなんかビジネス解説してるみたいな人たちがいるんですけど、これ結構聞きますね。普通にやっぱ、聞きやすい。なんかポップで、けどためになる話してて、バックには古典ラジオのなんか人がついてて、編集の人が、かなり聞きやすいですね。これおすすめです。ビジネス的な部分はですね、皆さん苦手な方も多いと思うんですけど、デザイナーも知らなきゃ、事業に関わるので、いけないってところで、別にハイパー企業ラジオを聞けば結構詳しくなれるかっていうとだいぶ嘘なんだけど、まあ割となんかなんだろうな、知るきっかけになるっていうか、興味を持つきっかけになるかなと思うので、結構おすすめですね。あとフリーアジェンダかな。これ10X の社長代表の山本さんとデジタル庁の貸田さんっていう二人でやってて、もうずっと5年ぐらいやってんじゃないなんだかんだ。すぐ終わるかなと思ったけど、ずっと聞いてますね、その時から。あと、どんぐり FM ってやつ、これもゆるいやつですね。
あとなんか言語学ラジオとか、言語学はあんま聞かないか俺。ゆるインターネットが多いかな。ゆるインターネット学ラジオかな。これ結構聞きますかね。はい。結構 YouTube でこっちは流すことの方が多いかな。Spotify とかで聞くよりかは。とかを割と、ポッドキャストは聞くかな。他なんかあるかな。他あれだ。ドロンコレディオだ。もうほぼ知り合いみたいな感じなんですけど。デザイナーが2人でやってるやつね。この辺よく聞きますかね。で、ゲーム配信。最近見てるのは、僕、あんまり配信をつけなくて、YouTube の切り抜きばっか、そこでしか追わないんだけど、柊剣ですね。マジ面白い。マジで、トークスキルが高すぎる。すごいしかもポジティブで、俺マジ剣になりたい。こんな明るく配信できるのマジで、羨ましい。すごいね。で、スタンミも僕めちゃくちゃ好きなんですけど、似てるんだよね。やっぱポジティブなんだよね。ポジティブで明るくてちょっと頭おかしい男なんだよね、どっちも。結構好きっすね。剣はマジでね、なんか YouTube の切り抜きとか30分ぐらいあるんだけど、もう全然なんか無駄にならない時間っていうか、すごい充実度が高いですね。剣好きならですけど。今週末にバーサスっていう、うんこちゃんなんで加藤純一さんと、CR っていう、なんか事務所があるんですけど、元プロゲーマーとかのストリーマーとかを囲ってるとこあるんですけど、そこがなんかイベントでゲーム対決みたいな、大会みたいにやるんですよ。今週末に3月の9とか8とか。これで出るんですけど、マジ楽しみっすね。僕多分リアルタイムで見れないのがちょっと残念。だからちょっとどうやって見ようかなと思ってるんですけどね。ちょっと時差で結果だけ見ずに、ちょっと配信チケット2000円ぐらいのやつ買って、ちょっと見ようかなと思ってるんですけど、やっぱこれ楽しみっすね。今だから練習とかやってて、めちゃくちゃ面白いんだよね。結構真面目にやってるし。この辺聞きますかねよくね。聞きますか見ますかねゲーム配信。あと V スポですね。なんか別に誰が好きとかないんだけど、なんかちょうどいい頭のおかしい女性 VTuber が集まってるんで、なんかちょうどいいんですよね。なんか、ホロライブとかは、なんか、こう無理やりテンション上げて、配信してるみたいな。で、ちょっとアイドル寄りなんで、なんかあんまりこう、際どい話とか全然しないみたいな。わかんない。俺はあんまし詳しくないんだけど、イメージなんだけど、なんか V スポの人たちはこの辺の人たち結構絡むのよ。それがあって結構ね、まずいい。普通のストリーマー配信者と結構絡むっていうのがまず良くて、で、あと、結構みんなね、頭おかしい系が多いですね。なんか綺麗な話ばっかりはしないみたいなのがあるので、結構なんかコラボする動画とか結構見ますね。なんか配信者とかと。最近だとなんかラッシャーさん、最近でもね、もう1ヶ月以上前だけど、ラッシャーさんとタルコフやってた時の、この剣と一緒にやってたなんか配信とかめちゃくちゃ面白いのと、最近あかりんが剣と将棋やってたんだけど、めちゃくちゃ面白くて、それとかよく見ますね、最近は。はい。何言ってるか分かんないって人は、ここからなら VTuber にちょっと入ってもらえればと思いますね。V に抵抗ある人結構まだいっぱいいるんじゃないかな。どうなんだろうと思うんですけど、個人的にはもうかなり普通ですね。VTuber ってマジで身近ですね。なんなら好きですもんね。剣も VTuber だし。とかを、聞いたりするかなっていうところですかね。はい。マジ YouTube で、ポッドキャストみたいになんかもう、編集とか、なんかちゃんと話そうとするとマジめんどくさいから、このテンションでなんか Figma のアップデートとか、なんか画面録画しながら見ていってやろうかなとか思うんですけど、どうですかね。なんか今週昨日かななんかアップデート入ってたか、なんか動画でやってて、Figma が公式で20分ぐらいあって、なんかスライドとか、フィグジャムとか、なんかいろんな最近のリリースまとめみたいなやってたんですけど、なんかあれとかなんか見ながら喋るみたいな、ね、いいんじゃないですかね。そういうのどうですか？はい。いいねと思ったら、タイムスで教えてくれ。タイムスで。OK、じゃあ次、バイブルですね。カイ君のバイブル的なものがあれば知りたいです。信念とか、いつも頭に流れるセリフとか、そういうやつですね。あと、いつも気づいたら考えていること。そんなね、ないよ。ないって言ったら嘘になるけど、別になんか信念とかない。今考えてることはめちゃくちゃいっぱいあるけど、別に信念とかないかな。なんだろう、信念分かる。信念のイメージって俺のね、信念のイメージは、2、30年信じて疑わない、なんか、宗教みたいな、そういう感じなんだけど、そんなものはないですかね。って感じですかね。なんだけど、次その影響を受けたベスト3とかとこれ多分、こっちの話のが
なんか似てるっていうか、僕の中で一緒なんだけど、バイブルと影響を受けたってやつ。一緒なんだけど、なんかこっちの話の方が、やるとなんか逆に見えてくるかなと思うので、ちょっとこっちの話をしたい。影響を受けた人の話。で、最近考えてる話としては、なんかもう個人的なものをいかにデザインに入れるかとか、いかに効率的に生きないか。効率的に生きるんだけど、効率を称賛しないかとか、あと、生きてるっていう、生きてるとは違うな。なんか生きてる表現ですね。生きてる表現とか、あと作品性、自由と制約、ストレスと肌荒れ、マッチョ、自由な旅人の心をですかね、最近、今年か、テーマにしてるっていうか考えてることで言うと、個人的なものと作品性と、生きてる表現あたりは、言ってることが違うだけで、多分一緒のことで、やっぱ自分って僕デザインしてるわけじゃないですか。僕しかやってないわけじゃないですか、ボノって。なんだけど、なんか今までってすごく数字をとか、なんか正しくこれをやらないとみたいなものを、そんなに意味ないんだけど、意味なかったんだけど、やっぱ重視して生きてるのね。これ非効率の話もかかってくるんだけど、要は効率的にやらなくてはみたいな。合理的にやらなくてはって言って、結局合理的になんかあんまできないみたいな。なんていうの、ちっちゃいことをやってるみたいな。なんかちょっと言い方が違うんだけど、本当は。みたいなのにとらわれちゃってるみたいなね。感覚で、しかもそれをいいと思ってないけど、そうすべきだと思ってやっていたんですよ。やっているんです、まだ。抜け出せてないと思ってるから。それがやっぱね、面白くないなって思ってた。ずっと。もう2、3年ぐらい。けど、弱小サービスだし、とりあえず軌道に乗せなきゃみたいな。とか、とりあえずまず数字だろみたいな感じで考えてやってたわけなんですよ。なんだけど、それが面白くないんだよね。あとやっぱ伸びなくなってきた。それで。うん。だから、このやり方っていうのがやっぱ間違ってるんだなっていうのに、ちゃんと向き合わなきゃなってなったのが、去年の振り返りなんですよ。だからそう、話変わるんだけど、やっぱ振り返りのサービス作りたくて、今やってんだけど、ちょっと AI 使って。まあそれはいいとして、で、そこでやっぱ個人的なものって面白いな。自分が何が面白いだろうって思った時、やっぱ個人的なものが入ってるものなんですよね。でもこれって実は結構ポイントで、非効率に見えて効率かもしれないんですよ。まあそんな風に思ってないんだけど、なんでかっていうと、いろいろ調べたりとか、今年、要は自分が好きなものとか、これいいなって最近思ってるものってなんだろうっていうのを年始に考えたんですよ。で、なった時に、浮かんできたのが、Nothing っていう、スマホとか、イヤホンとか作ってる会社とか、Arc っていうブラウザ作ってるブラウザカンパニー。最近ちょっと何やってるかわかんないけどね。とかだったんですよね。それらがなんでいいのかってなった時に、やっぱアンチテーゼから始まってるんですよ。Nothing はやっぱもうスマホってもういろいろ出てきたけど、そんなに全部変わんないよねみたいな。iPhone も別にバージョン上がるだけで最近全然変わってないし、別に Android と iPhone の違いもあるけどもちろん。そんなにすごい違くないし、そもそもこのスマホを使うことによってワクワクするものってないよねみたいなところから始まってるんですよね、Nothing って。で、やっぱ Nothing ってデザインが、見方によっては見た目だけいいなみたいな風にも思う人いると思うんですけど、やっぱワクワクするんですよね。コンセプトとか、普通にデザインとか、面白いなと思う。挑戦してるなって思うんですよね。その辺がいい、ラスティング。で、それってやっぱCEO の個人的なやっぱ思いというか、やりたいことが多分来てるんですよ。根幹ってそうじゃないですか。なんでこれやるのかって、なんでこの会社やるのかってやっぱ、うまいこと言ったとしても、やっぱその人個人の何かがあるわけで、その社長個人のね。とか、アークも、やっぱ Chrome とかやってて、使ってて、やっぱタブが開きすぎるとか、その辺から始まってるんですよね。要は、もっとブラウザっていい形があるよね。広告で成り立ってるモデルをベースにしちゃってるけど、それって本当にいいインターネットなんだっけみたいな。それって本当に僕らが望んだインターネットなんだっけみたいな。っていうのを作るために、そのブラウザっていうものすごいもうでかい敵がいる市場であえてブラウザをやるみたいな。でもそれゆえにやっぱブラウザってずっとその中でインターネットやるわけだから、インターネットの使い方っていうのをすごく影響を与えることができるみたいなところからアークを作ろうってなって作ってみたいな。で、結構やっぱデザイン含めていけてるみたいなところなんですけど、で、
去年コンフィグに行って、アークのブランドストーリー、ブランド部門やってるデザイナーの人と、そのプロダクトとかブランドのデザイン、要は一緒にやってる人の2人が登壇してた動画があって、今僕それで英語なんか毎日ちょっとだけやってるんですけど、そう。その中でやっぱ Leave Your Fingerprint っていう話があって、要はお前の指紋を残していこうみたいな。もしインターネットにもっと余白があって、自分たちのこう、考えとか、歴史とか、自分の好きなものとか何でもいいけど、そういうのをもっと残していけるような余白があったら、どんなインターネットになるんだろうみたいな話をしてるんですよね。それを指紋を残すっていう、Leaving Fingerprint っていうワードで紹介してる動画があって、結構抽象的なんだけど、僕は現地でそれ見てて、アークが好きっていうのはもちろんあるんだけど、むちゃくちゃいいなと思って。って思ってるんですよね。去年の6月にすでに。だからそっちに行くしかないなっていうのにやっぱ思ったわけですよ。ってなったところで、やっぱ個人的なもの、僕なんか一人でやってるわけなんだから、何とでもやればいいわけですよ。ね。明日になんかもう全部白紙にしてもいいわけですよ。なんかページを。もう全部白黒にしてみたいな。ウィキペディアみたいにしてもいいわけですよ。変な話。っていうぐらいなんですよね。だからもうもっと個人的なもの、自分は何を残したいのかみたいな。自分がなんでこう一人でやってるのか、ボノってやつを。なんで始めたのかとか、なんで今やってるのかっていう意味とかね。それをもっと出していいんじゃないかみたいな。出した方が面白くねみたいな。っていうふうに今動いている。っていうところで今考えているテーマとして個人的なもの。あとそこにやっぱりかかってくるのは生きてるっていう表現。やっぱりインターネットっていうのは効率的にどんどんこう追い求めがちなんだけど、でもやっぱりそこにいい求心力を持たせているものには必ずやっぱり生きてるっていうその感覚を得られるものが求心力を持ってやってるんですよ。みんなが大好きなアップルとかって絶対的にそうで、無味乾燥としたパソコンにこの曲線を使ってとか、この真っ黒クロスケのパソコンデスクトップたちの世界の中にこのアルミフレームを使った、グレーというかその無味乾燥ではない真っ黒ではない色を定着させたとか、今もそれを採用してやっているある種ブランドですよね。表現っていうところとかって人間的なっていうかその自然界的な、そう世の中のその石ころって丸いじゃんみたいな、あの丸さみたいな真四角のとんがった石ってこの世に多分存在してないはずなんですよ。本来風と水とかで土で揉まれて丸くなるから石っていうのはみたいなところをちゃんと取り入れているブランドなんですよね。今だから MacBook 開いていくとやっぱ全部丸いもん。みんなも見てほしい。 iPhone も丸い。アプリのアイコンも丸いし、物理 iPhone の塊も丸いでしょ。カメラも丸いしみたいな、ボタンも丸いよねみたいなところとかってやっぱりあるんですよ。みたいなところ、そことやっぱ個人的なこと、作品性をどう残すのかみたいな、要は自分の生きてる意味っていうのを何なんだろうみたいな。僕はやっぱ物を作っていたいなって思う人間なんですけども、何かをやる時のプライオリティとして何かを楽しませてもらうっていうよりか、自分がその作る側に回りたいタイプの、それを美徳としてるんですよね。それはいいかどうかちょっと分かんないけど美徳とはしてて、ってなった時に何を残すといいのか。で今せっかくボノっていうのをやってそこそこ人がついてくれていて意味を持たせている持てるようなサービスになってきている中で、ここから何を残すのかってなった時に、デジハリみたいにすごいいろんな人が使ってるよねっていうよりかは、すごい個人的なインパクトあるもの、別に100万人100人が使わなかったとしても、その使った人のほぼ8、90% があそこから感じたものをこの後の人生の10年とか20年後にやっぱそれを無意識でも意識的にでも使ってしまっている、思い出させてしまっている、何かを植え付けてしまっているような、そういうものの方が俺は作りたいなってやっぱ思った時に、やっぱ個人的なものなんですよね。でそれってやっぱ効率的ではなくて非効率なものにチャンスがあるとも思ったんですよね。てかやっぱ俺東京の街とかもう最近の世の中がやっぱつまらないなって基本的には思ってるんですけど、スタンスとしてそれなんでかっていうと効率的なものに振りすぎているからだと思うんですよね。なんだっけ、はじめ社長じゃなくてまこなり社長の YouTube とかマジでそれで、もちろんためになるから俺も見るんだけど別に面白くないんだよね。じゃあ俺の感覚だけど5年後にまこなりの動画見てよかったなって多分思わないんだよね。なぜなら別に
心に残らないからですね。効率的だから多分。なんかその辺かなと思いますね。別に、なんか俺は別にみんながそうあるべきって言いたいわけでは全くなくて、僕個人としてはそういうことを重視して生きた方がいい人生になるなと思ってるっていうところですかね。なんかそういうことを最近考えているっていうか、今年のテーマだし、そっちにもっと今35歳になっちゃいますけど、今年30代のうちにどんどん振っていって、なんか得意な存在になりたいし、自分でなんか物を作るっていうことをなんかただ数字がとかじゃなくて、なんかちゃんと自分が作ったものを持って語れるようになりたいなっていうのがありますね。ちょっとスムージーを飲みます。そうでもこの考え方って多分みんなと全然多分違うっていうとなんかそんなこと多分ないんだけど、なんかその会社員だとこれ難しいんだよね。そんな言ってらんねえぜって話だから、そういう意味でも俺がやらないといけないんだよね。とも思う。俺がやらないといけないっていうか、やれるんだからやれよ。やりたいんだろみたいな感じありますね。みたいなこと考えますかね。自由と制約。これなんだろうね。忘れちゃった。これあれだ。結婚するか結婚しないかですね。子供持つと制約は生まれるけど、みたいな。なんかね、やっぱ一人でずっとやってるから、なんか去年、一昨年ぐらいから、やっぱなんか誰かとやった方がいいのかなとか思ってたんだけど、まあどうなんだろうねっていうところですかね。この辺ちょっと海外にちょっと今年はプラプラ行きつつ考えたいなとか、あとストレスとマッチョと肌荒れですね。この辺はちょっと健康になりたいんで、ちょっとね、海外に行ってやっぱマッチョ多いなと思ったんで、ちょっと健康的なのいいなと思って、最近ランニングとかちゃんと、まあ10分ぐらいしかやんないけどね。全然やんないけど、ちょっとね、週4、5ぐらいではやったりとか、まあ、筋トレもそれぐらいやったりとかして、とりあえず回数を増やすっていうやつやってますね。あと、自由な旅人の心、結構ね、これ良くて、これあれですね、メタファーっていうゲームの主人公が、戦闘中になんかつぶやくんですけど、なんかそれですね、自由な旅人の心をっていう、そう。これもちょっと話すと長いな。これちょっとやめよう。そんなタイはなくて、旅人タイプなんだな、俺はっていう最近自己認識になってて、で、その、主人公の能力の属性が風なのね。で、風ってなんか別にメインじゃないっていうか、そのゲーム的には。なんか炎とか光属性とかがやっぱその主人公が持つべき特性みたいなイメージが僕の中ではあるんですけど、なんか風なんですよね。そのメタファーの主人公は。それがね、旅人なんですよ。探求者っていう能力というかみたいなやつなんですけど、かなり共感できるなと思って。主人公は最初に持つ能力ですけど、主人公の能力ってわけは、でも主人公の特性だよな。そう。これが結構良くて、このイメージで自分をなんかやるのいいなと思って、はい。そういう意味で自由な旅人の心をですね。はい。とかかな。めちゃくちゃ喋っちゃった。もうこれで一本いいぐらいですね。切りますかとかを最近は考えてるかな。じゃあここまでいくか。影響を受けた人ベスト3、デザイナーに限らず、で次が影響を受けたデザインなんで、影響を受けたデザインぐらいまでいくか。なんかキリがいいところでいくと。そうですね。影響を受けたデザインね、結構難しいですね。なんかこれがめちゃくちゃすごいみたいな多分ないんだけど、ずっとやっぱすごいってか、追っていたいなと思うのはブライアン・チェスキーですかね。ブライアン・チェスキー知らない人は、本当にまだまだなんで、マジで知らないとやばいんで、知ってほしいんですけど、これ Airbnb の社長ですね。でお前そのビジネスマンやんって今思った人いると思うんですけど違うんですよ。ブライアン・チェスキーはちゃんと美大出てデザイン専攻なんですよね。デザイナーなんです。デザイナーだったジョー・ゲビアっていうもう一人デザイン美大出身のやつと、あともう一人ちょっとごめん名前忘れちゃった、エンジニア3人で創業したの Airbnb を。だからデザイナー出身のシリコンバレーで成功してる社長なんですよ。かなり稀なんですよね。故にやっぱデザインの心を知ってるからやっぱそれがサービスにも出てるし、2年前のコンフィグにゲストで出てて、その時にその組織改変をする話があるんですけど、その時はやっぱその、デザイナー向けの話ではあるんですけど、いかにそのデザイナーを自由にさせたかみたいな話とか、別にそれだけの話じゃなくて、その会社ががんじがらめになってるその AB テストとかやって、なんか KPI を持った組織の中の KPI の中の KPI みたいな、すごく複雑になってるものをシンプルにしたりとかっていう結構デザイン的な考え方を結構重視して経営をして、ちゃんと上場もしてるし、今も成長しているのかな、去年とかわかんないけどっていうのをやってる人なんですよね。だから言っちゃえばだからデザインとビジネスをちゃんとつなげてる、結構世界でしかも結果出てるすごい人みたいな感じなんですよね。でブライアン・チェスキーの考え方はすごいやっぱデザイン的なのでかなり好きですね。特にやっぱテック業界にいるので、その中でも
なんていうかな、すごいリファレンスとしても間違いのない人ですかね。そのサービスを作るっていう側面ですね。衣装デザインではなくてサービスを作るっていう側面。サービスを作るっていうのはデザイン的にもそうだし、ユーザー的にもそうだし、ビジネス的にもそうだし、エンジニアリング的にもそうだしみたいなのを考えた時に、やっぱすごい結果を出してる人だし、やっぱちゃんと考えてることが面白いっていうか、筋が通っているというか、人なので、やっぱかなり影響を受けてますね。僕、4人で起業した時もやっぱ、モデルにしてたのは Airbnb、モデルっていうかその、意識してた。別に全く違うサービスなんですけど、いろいろその創業メンバーの本とかあるんですけど、そういうのをちゃんと読んだりとかして、結構意識してましたね。そこら辺からすごい好きっすがね、本格的に。やっぱ Airb の僕はロゴのリニューアルがあるんですけど、あれが結構なんかすごい、なんだろうな、印象的で、ちゃんとなんか背景とかどうやってこれをリニューアルしたのかっていうのを調べた、多分初めてぐらいの、やつで、やっぱ結構好きでしたね、そもそも。なんかいいサービスだなって思ってました、そもそも。なんでブライアン・チェスキーですかね。あとは iOS7 のフラットデザインですかね。これ聞いてる中でなんかこれをちゃんと体感した人ってどれぐらいいるのかなとも思うんですけど、今って要はもうフラットデザインなんてもう当たり前になりすぎて誰も言わなくなりましたけど、iOS7 からなんですよね。今 iOS 何 ?18 とかわかんない19とかだったと思うんですけど、この時に僕多分 Web デザインとか独学してて、で、ね、Apple の発表1年に1回ありますけど、それを見ろみたいなのを情報収集してる中でみんな言ってたから、まあ見てたんですよ。で、その時にやっぱ iOS7 変わって、iPhone で言うと5か 5S ぐらいかな多分。その後に物理ボタンが消えたと思うんですけど、その時にそれまでの Apple のてか UI のデザインってすごいなんかその現実世界に真似をしてたんですよ。ボタンとかもなんかすごい光沢があってとか、なんかそうボタンもすごいふっくらしててみたいな。めちゃくちゃこのリアル世界のボタンに近いエレベーターのボタンみたいな感じ、なんかすごい極端ですけど、ああいうものが iOS の中では普通だったんですよ。なんでかっていうとやっぱこんな板をタップするとかっていう発想がそもそも今までないから、ちゃんとボタンだと視覚的に分かるようなもの表現をしようというところが来てるんで、ただもう iOS7、6ぐらいまで来た時にもうそこまで凝らなくてもいいだろうというところで、シンプルにもっとコンテンツに目が行くように、 UI ではなくてコンテンツに目が行くようにした方がサービス的にいいんじゃねみたいな、いろいろあって、そこからフラットデザインになったんですよね。でこれ何が良かったかっていうと、やっぱフラットになってすんごい変化だったんですよ。すんごい変化。どんぐらいすごいかっていうと、無地のユニクロから逆だね。すごい柄物のブランド品の服が当たり前だったところから無地のユニクロになったみたいな、そんぐらいの変化がある。そこで初めて UI っていうのをちゃんと理由とか背景とかを説明してくれるんで、やっぱアップルがプレゼンテーションの中でそこで結構知っておもろってなった結構でかい変更ですね、 iOS7 は。 iOS7 がすごい好きとかじゃなくて、この時やっぱ UI ってなんかそういう考え方をするんだとか、なんかそのボーダーの意味ってこうなんだとかっていう、そのなんか抽象的な部分の表現とかっていうのを結構意識的に取り入れた時ですかね。これは結構僕の中ではなんか興奮した思い出があります。 UI が変わっただけなのに、だけって言うとあれですけど、ものすごい興奮を覚えた印象的な出来事ですね、iOS7。あとバージルアブローですね。これちょっとまだ僕ちゃんと履修しきれてないんですけど、今年のテーマですね、バージルアブローっていう、僕もそんなにまだ詳しくないんであれですけど、ルイ・ヴィトンとかの専任デザイナーをやってた人で、もう亡くなっちゃったんですよね。41歳か2歳ぐらいで、結構若めで亡くなっちゃった、言っちゃえばファッションデザイナーなんだけど、バックグラウンドは建築とかエンジニアリングをちょっとやってたりとかするんですよね。で自分でオフホワイトっていうブランドとか立ち上げて、服のね、でそういうのでやってた人なんですけど、要するにそのブランドもの作ってた人です。すごいダメな言い方するとなんだけど、やっぱすごいなんか当時のカリスマ的な存在だったんですよね。でこの人面白いのが、結構ハーバードで講義したりとか、その本も日本語訳されたものがそのハーバードのものと、もう一つ会話劇のやつがあるんですけど、2つだけあって、結構その珍しくそのどういうふうに考えてやってたかとか、どういうふうに考えるべきかっていうのを更新のために残してた人なんですよね、割と。それ残ってるんですよ、インタビューとかで。結構だから追いやすいってのもあるんだけど、やっぱそのなんかファッションデザイナーってなんかね、
偏見ですけど、かっこいいものを作るみたいな、なんかトレンドを作ればいいやみたいな、なんかそういうなんかちょっとこう表面的な印象があると思うんですよ。詳しくない人からすると。僕も詳しくないんですよ。なんだけど、多分そうじゃないなっていうのはもちろん知ってはいるんだけど、よくわかんなかったところで、バージュラブローの話を読むと、やっぱどういうふうに作品を作るのかみたいな話を結構してて、で、面白かったのが、いろんな面白い話なんだけど、最近なんかで見たやつで面白かったのが、作るべきものっていうのは、かっこいいものとかじゃなくて、こういう言い方は多分しなかったんだけど、かっこいいものとかじゃなくて、これはこういう言い方してて、なんかいかに会話を生むものになるかみたいな話をしてたんですよね。どういうことかっていうと、バージュラブローにとってのクールっていうのは、なんかその見た目とかじゃなくて、知識だと。変な話、こう、なんか、ここに丸、球体があったとして、知識がある人から見た時にこの球体の意味をちゃんと感じ取れるもの、デザインになっているものと、知識がない人にはただの丸に見えてしまうもの、これがやっぱいいっていうか、こういうことだみたいな、このアハ体験みたいな感覚なんですよね、多分。この人のシグネチャー、そのやり方として、服とかにこの点線、なんていうの、引用符みたいなやつで単語を書くみたいなのがあって、ナイキのバージルアブローデザインのやつとかって流行ったやつあるんですけど、なんかエアーって書いてあるんですよ。エアクッションがあるとかに、エアフォースワンとかの靴底にクッション、エアーが入ってるわけですよ。あれがエアフォースワンのエアーなんですけど、普通にやってると意識しないじゃないですか。でもそこになんかあえてエアーって書くみたいな。なんかそういうこうニヒリズムを含めた、なんかそういうのを取り入れてデザインするみたいな人なんですよね。で、それ見るとやっぱ何かをこう気づくみたいな。なんか直接、ギリギリ直接的じゃないんだけど、何かを見てちょっと気づくみたいな。なんかそういうような、要は、表現手法もそうなんだけど、アイディアを作ったりとか、あとそこにやっぱ自分のそのルーツとなるものを、やっぱその表現の主体にしろみたいな話をしてるんですよ。この人自身は、ちょっとどういう背景があったかわからないんですけど、そういうニヒリズムとか、なんか、マルセル・デュシャンっていう、なんか便器を作品として提示した人がいるんですけど、それがもう自分のなんか一番好きな表現の主体であるみたいな。要は引用するというか、ものであるっていうのをやって、そこでマルセル・デュシャンも結構ちょっと調べて履修したんですけど、男性器を作品にするっていう、なんていうのかな。なんだっけ思い出せない。その意味的には、その男性器って別に美しいものではないですよね。なんだけど、なんだったっけ忘れちゃった。やべ。忘れちゃった。だから、今までの芸術作品っていうのは、いかにやっぱ美しいかとか、表現が新しいかみたいなのを、こう、いかに見るかみたいな感じなんだけど、でも、それもありつつ、根源的なところでそれを見て何を感じるかみたいな。何をこう、訴えているのかみたいなところがコアではあるはずみたいな。のが多分そのマルセル・デュシャンの中にあって、それを表現したのが、そうだ。それを表現したのがその男性器なんですよ。男性器じゃねえわ。男性用の便器なんですよ。それを作品にしたみたいなやつなんですよね。で、それだから別になんか、芸術作品って美しくなくてもいいんじゃねみたいな。確かそんな感じだった気がする。美しくなくてもいいんじゃねただこれを見た時に何かを感じさせる、何かを考えさせられるものがアートであるみたいなので、あえて美しくない男性用便器を作品として提示することによって、その芸術界への問いかけにしたみたいな。確かそうやってた気がする。みたいなものに結構感化されたのがバージル・アブローで、自分の表現もそこから取ってるみたいな。で、これって自分的な感覚ですよね。それもありつつ、なんかそういう知性に訴えるみたいな。何を考えさせるのかみたいな。それを通して何をこう連想させるのかみたいなところをなんかそういうこと書いてるんですよ、本で。めちゃくちゃ面白くて、今までの自分がそのソフトウェアのデザインやってた考え方にはマジでないけど、確実にこの AI とか来る時代で超重要だなって思えるような、そのソフトウェアとかにもデジタルにも重要なとこなんですよね。みたいな話とか、これは今かなり影響を受けてるし、もっと影響を受けたいなと思ってますね。これ本が2冊ぐらい出てて、よくわかんないなって多分思う人の方が多い気がするんですけど、いい本です。なんでバージュラブローですかね。で、あとはアンディ・アレンですね。この人はそんなにまだ影響を受けてないから、これからちょっとちゃんと掘っていきたいなって思うんですけど、これは去年コンフィグに出てた人で、昔から存在自体は僕知ってて、詳しくはあんまり知らなかったんですけど、天気アプリとか、習慣化の To Do アプリとか作ってる人は iOS 向けの人で、要するに天気アプリって全部一緒だよねってとこから、もっと面白い天気アプリ作れないのかなって
っていうので、なんかちょっとゲームとかをミックスさせたような天気の体験をできるアプリがあるんですけど、Not Boring っていう風に検索すると出てくると思います。Not はね、びっくりマーク。これはエンジニアリング用語ですね。違うかな多分そうだと思うんだけど。Not Boring ですね。つまらないですね。bore の boring ですね。だから面白くない、面白いものを作ろうっていう。面白くない、面白くなくないよっていう、面白いものを作ろうよっていう人で、だからソフトウェアの中で結構なんか作品性を結構出そうとしてる、そういうチャレンジを個人的にやってる人ですかね。この人はマジでセンスもやばいし、面白い人ですね。だからもうちょっと影響を受けたいかなと思ってる人ですね。ちょっとまだ掘り切れてない。ブログとかあるんで、ちょっとちゃんと全部読んで、消化したいんですけど、ちょっとまだやれてないですかね。とかですかね。あと、アークのブラウザはこれやっぱすごいですね。アーク、デザイナーとかで、アークを使ったことない人はまずダメですね。もうダメです。Chrome しか使ったことないとか、Chrome サファリ、Firefox ちょっと入れたかなぐらいの人は本当に僕ダメだと思うんですね。アーク別に使いづらくていいと思ってるんですけど、入れたこともないはさすがにやばいと思います。こんなにブラウザっていうまでなんか変わってきてないものに対して何か課題感を感じてそこに対してデザインをしようとしている、かつそのデザインのクオリティがかなり高いものを使ったこともない、触ったこともないっていうのはもう本当にソフトウェアのデザインやる気あんのかって僕思うんで、アーク、知らないっていうのは100歩譲って、100歩譲ろう、いいけど、今知った時に使ったことない、知ったけど使ったことないって人は僕はなんか本当にやる気ないなって思います。マジで本当に思います。で、僕はこれ、使ってて、最近ちょっとね会社が微妙なんですけど、なんか新しいの作ってて、なんか Dia っていう別のブラウザ作ってて、ちょっとねアークの方がどうなるんですかって感じなんですけど、クオリティは超高いし、すごいコンセプチュアルなんだけど、ちょっと最初やっぱねChrome とかから移るのはかなりハードルがあります。なのでみんなが使えるかなって言われるとそうではないんだけど、ちょっと頑張って使ってみるとそれはそれでまた別のいい体験を得られるかなとは思いますね。もう僕は Chrome には戻れないですね。あんなダサいの使えないです、まず。そもそもダサい、Chrome が。ダサいっていうか、見た目が、やっぱ領域いっぱい取れるんですよ、アークっていうのは、画面の領域が。だから、その時点でやっぱ、そっちに慣れちゃうと、Chrome ってタブとお気に入りの幅が絶対取られるじゃないですか。ヘッダーというか上の方に。あれが邪魔なんですよね。あれに違和感を感じてしまいます。アークに慣れてしまうと。なので、Chrome 別にいいブラウザーですけど、ちょっとね、使えないですね。Chrome なんて。ってなりました、僕は。っていうぐらい、そもそも洗練されてるし、やっぱ細部のインタラクションとか表現がすごい生きてる感覚なんですよね。で、これやっぱ意図的にやっぱやっていて、去年のコンフィグの、ブラウザカンパニーのストーリーテリングのチームの人とかがいかにそういうソフトウェア以外デジタルテクノロジーの外にあるものをいかに取り入れるかみたいな話とかをしてたりとかするんですけど、さっきのフィンガープリントの話ですね。これがめちゃくちゃやっぱ細部に生きててかなりクオリティ高いし、なんか普通にすごいマジでこういうプロダクトをなんか会社の中で作れたらマジで、そのソフトウェアを作るっていうなんか生き方としては一つかなりそれが失敗したとしてもいいなって思わせるものですね、僕にとっては。なので、次会社に入ることがあるか分かんないんですけど、もしやるならこういうのをやれるような会社に入りたいですね。それぐらいの僕もスキルをつけなきゃいけないんですけど。とかですかね。あとフジロックフェスティバルですかね、影響を受けたデザイン。これデザインじゃないんだけど、ぶっちゃけ。僕音楽好きなんですよ。もともとバンドやってたし、そこからやっぱ僕のなんか、もの作りたいなとか、なんか自分の考えを出したいなっていうところって多分根源的にっていうか、そこがきっかけ、最初にちゃんとやった分野が音楽で、僕はベースギターを弾いてたんですけど、なんでも音楽好きなんですよね。で、フジロックに来るようなアーティストってやっぱ世界で活躍してるアーティストなんですよね。ロッキンジャパンなんて日本の市場でなんかちょっと有名なバンドなんですよ。所詮。別になんかね、日本のアーティストもいいアーティストいますけど、フジロックに来るような人たちってのはもう世界のレジェンド級とか来るわけですよ。でその世界で戦う人たちのパフォーマンスってやっぱ日本国内のあれと全然違うんですよ。もちろんアーティストによりますよ。アーティストによるけど、マジでレベル高いです。演奏がだけじゃなくて、自分たちの楽曲の表現の仕方とか、パフォーマンスの仕方と一つとってもめちゃくちゃ違うっすね。マジですごいっすね。
っていうのが見れるんですよ、フジロックフェスティバルっていうのは。まあ、サマソニでも見れますけどね、もちろん。サマソニってちょっとポップ寄りじゃないですか。フジロックってもっと意味わからんやつらも来るんですよ。なんかそのメジャーじゃない音楽ジャンルの人たちも来るので、なんかそういうのも含めて、まあ、いろんなジャンルの表現が割と僕は見えやすいかな。しかもそれが世界レベルのみたいな、世界で呼ばれるレベルの人たち、っていうのを見れるので、やっぱりパフォーマンスとか世界観がすごすぎて、どうやったらこれになれるんだろうみたいな風に思うのが、絶対に1日に1バンドっていうか1アーティストぐらいいるんすよね、個人的な感覚で言うと。だからやっぱいいっすね。なんかそういう風になるにはどうしたらいいんだろうってやっぱ考えるきっかけになるっていうか、っていう意味では僕は音楽が好きなので、フジロックは別に3日同士では行かないんですけど、1日日帰りで行く年もありますけど、新幹線乗って新幹線で帰るみたいな、やっぱ行きたくなるね、イベントですねって感じですね。だからフジロック発表されるけど、9割ぐらい僕はアーティスト知らないんですよ、毎年。そんな言うて、僕別に音楽詳しくないんで。けど、そこから掘っていくと、うわ何こいつみたいな、あ、この子やばそうみたいな、絶対いるんですよね。で見に行ったりとかで、あんま期待してなかったやつが実際良かったりとかね。それやっぱライブがいいアーティストが結構揃ってるんで、日本ってやっぱどうしても売り方的にね、ライブだけじゃないバンドとかアーティストの方が多いので、あとまあね、レベルが高くない、演奏のレベルが高くないとかもまあやっぱいるのでしょうがないけど、商業的な部分があるじゃないですか、やっぱりね、みたいなのがあるので、なんだけどやっぱフジロックに来るのはやっぱみんな音楽好きなやつらしかほとんど来ないので、そんなに演奏力も高いしっていう、ちゃんとキュレーションしてくれるから、フジロック行くとかなりやっぱモチベが爆上がりしますね。別にこうだからなんかデザインしようっていうか、なんかそういうなんか作品性といいますか、表現といいますか、かなりいい体験をいつもするなっていうので、まあ毎年影響を受けてます、フジロックに出てくるアーティストさんからは。で今年も行くかなって感じですかね。はい、っていうところで多分1時間喋ったんですけど、もうちょっとね、話の内容ありますね。影響を受けた人ベスト3とか、これデザイナーに限らない話ですね。とか、転職の軸の話とか、やらかしエピソードとかですね。はい。ありますと。なんだけど、これはちょっと別の回にしようかなと思います。はい。ちょっと試しにちょっとこのボノラジに関してはちょっと YouTube で全公開しようかな。で、後半のやつとかは、まあちょっと、なんだろう、ボノ限定でやるとかちょっとやってみようかなと思います。ちょっと試しにね。どんぐらいの人が聞くか分かんないけど。はい。というわけでちょっと、久しぶりのボノラジ自分について回でした。はい。いかがだったでしょうか。なんか感想がありましたら、YouTube 見てる方は YouTube のコメントでもいいですし、ボノの方は直接僕のタイムスに書いてくださってもいいですし、なんか自分のタイムスに書いてくださってもいいですし、なんかあんまり人に言えないけど伝えたいことあったら DM でもいいですし、そんなあんのかよって話ですけど、送っていただければと思います。それではまた次回のボノラジでお会いしましょう。バイバイ。動画を見てくださってありがとうございました。僕がやっているボノというですね、UI と UX デザインのコミュニティというものがあります。そこではメンバー限定のコンテンツと、コミュニティの質問とかフィードバックっていうのをやっております。コンテンツでは僕がビジュアルを作る前からどうやったらユーザーさんに届けるのかっていうところからね、デザインをするっていうフローを全て公開する実践的なコンテンツをやっていたりとか、自分でお題を解いてそれをチャレンジできるような、身につけた知識を実践アウトプットできるようなコンテンツを用意しています。で、コミュニティの方では質問にキャリアだったりとか、自分の作ったもののフィードバックだったりとか、本当に何でもお答えするっていうものをやっております。概要欄からボノについては、チェックできますので、UI デザインとか UX デザインに興味のある方はぜひね、チェックしてみてください。